皆さんこんにちは。金子です。今日は私がやったことについてお話しします。月曜日、会議で通訳。月曜日の朝、私は6時半に起きました。まだ外は少し暗かったです。目覚まし時計が鳴って、私はベッドから出ました。今日は大切な会議があるので、早く起きました。まず、顔を洗って歯を磨きました。それからシャワーを浴びました。とても寒かったので、お湯のシャワーは気持ちよかったです。シャワーの後、スーツを着ました。白いシャツと黒いズボンを履きました。ネクタイもしました。朝ごはんはトーストとゆで卵とコーヒーでした。コーヒーを飲むと少し元気になりました。7時半に家を出ました。駅まで10分ぐらい歩きました。駅で電車に乗って東京の会議室まで行きました。電車の中では会議のメモを読みました。今日は英語と日本語を通訳する仕事があります。とても大切な仕事ですから少し緊張しました。会議は9時から始まりました。テーマは車の輸出と輸入でした。アメリカやイギリスから来た人もいて、たくさんの人が話しました。私は話を聞いて日本語から英語、英語から日本語に通訳しました。時々難しい言葉がありましたが、頑張ってわかりやすく話しました。10時半に休憩がありました。コーヒーを飲んで他の人と少し話しました。みんなとても優しかったです。休憩の後、また会議が続きました。いろいろな会社の人が話して、とても勉強になりました。12時ごろ、みんなでランチを食べました。近くのレストランでカレーライスを食べました。午後はまた会議に戻りました。午後の会議は3時間ぐらいありました。ずっと通訳をしていたので、喉が渇きました。会議が終わったのは4時半ごろでした。とても疲れましたが、いい経験になりました。会議室を出て少し歩きました。それからカフェに行ってコーヒーとケーキを食べました。少し休んで本を読みました。リラックスできて嬉しかったです。6時ごろ、
電車で家に帰りました。電車の中は混んでいましたが、座ることができました。家に着いたらシャワーを浴びてすぐにパジャマに着替えました。晩ご飯はご飯と魚と味噌汁でした。温かいご飯を食べて元気になりました。晩ご飯の後、少しテレビを見ました。ニュースを見て天気予報も見ました。明日も忙しい日になりそうです。それから日記を書きました。今日のことを書いていると、とても頑張ったと思いました。11時ごろ、電気を消して寝ました。この月曜日はとても忙しかったですが、とても大切でいい一日でした。これからももっと英語を勉強して上手になりたいです。火曜日、友達の結婚式に行く。火曜日の朝、私は7時に起きました。昨日は忙しかったので、まだ少し疲れていました。でも、今日は友達の結婚式があるので、嬉しい気持ちでした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それから、きれいなワンピースを着ました。今日はお祝いの日なので、少しおしゃれをしました。朝ごはんはパンとサラダと牛乳でした。食べた後、家を出ました。駅まで歩いて電車に乗りました。結婚式の会場は東京のホテルでした。電車の中では友達のことを考えました。小学校の時からの友達です。とても仲が良かったので、今日は会えるのが楽しみでした。10時ごろ、ホテルに着きました。会場はとてもきれいで、花がたくさんありました。みんなスーツやドレスを着ていて、とても賑やかでした。11時に結婚式が始まりました。新郎と新婦が入ってきて、みんなで大きな拍手をしました。友達はとても幸せそうな顔をしていました。私は見ていて嬉しくなりました。式の後、みんなで写真を撮りました。私も友達と一緒に写真を撮って良い思い出になりました。12時頃からパーティーが始まりました。美味しい料理がたくさん出ました。スープ、魚、肉、ケーキもありました。私は少しずつ全部食べました。とても美味しかったです。食事の後、スピーチがありました。友達の話を聞いて
少し涙が出ました。とても感動しました。それから新郎と新婦がケーキを切りました。みんなでおめでとうと言ってお祝いしました。午後3時ごろ、パーティーが終わりました。帰る前に友達にプレゼントを渡しました。帰りはまた電車に乗って家に帰りました。家に着いたのは5時ごろでした。少し疲れていましたが、まだやることがありました。すぐにスーパーに行きました。スーパーは家の近くにあります。買い物かごを持って野菜や肉、牛乳を買いました。今日は簡単な料理を作るつもりでした。野菜を切って肉と一緒にフライパンで焼きました。匂いがとても美味しそうでした。ご飯も炊きました。30分くらいで晩ご飯ができました。食卓に料理を並べて一人でゆっくり食べました。今日のことを考えながらご飯を食べる時間はとても幸せでした。料理は少し上手になったと思います。晩ご飯の後、テレビを見ながらリラックスしました。好きなドラマを見て少し笑いました。その後、スマホで友達とメッセージをしました。今日の結婚式の話をしました。夜10時ごろ、少し疲れたので、お風呂に入りました。温かいお湯でリラックスして疲れが取れました。その後、日記を書きました。今日の楽しかった出来事を書いて、感謝の気持ちを思い出しました。11時ごろ、電気を消してベッドに入りました。いい夢が見られそうです。水曜日。家でゆっくりする日。水曜日の朝、私は8時に起きました。火曜日は友達の結婚式に行ったので少し疲れていました。今日は仕事もない日だったので家でゆっくりすることにしました。まず顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。トーストと卵とサラダを食べました。コーヒーも飲んで少し元気になりました。朝ごはんの後、洗濯をしました。服を洗濯機に入れてスイッチを入れました。その間に部屋を掃除しました。ほこりを拭いて床を掃除機できれいにしました。部屋がきれいになると気分も良くなりました。
10時ごろ、洗濯が終わったので、服をベランダに干しました。天気が良くて、風もあったので、すぐに乾きそうでした。それからテーブルに座って本を読みました。英語の本を読むのは難しいですが、とても面白かったです。わからない言葉はノートに書きました。後で調べて勉強しようと思いました。12時ごろ、お昼ご飯を作りました。ご飯と野菜スープと魚を食べました。家で作るご飯は優しい味がして好きです。午後は少し昼寝をしました。30分ぐらい寝たらすっきりしました。それからパソコンを使ってメールを読みました。友達からメッセージが来ていたので返事を書きました。3時ごろお茶を入れておやつを食べました。クッキーを食べながらテレビを見ました。テレビでは旅行の番組をしていて、いろいろな街の景色がきれいでした。夕方、洗濯物を取り込んで畳みました。晩ご飯の前に少しストレッチをしました。体を動かすと気持ちが良かったです。7時ごろ、晩ご飯を作りました。ご飯とチキンとサラダを食べました。美味しくてお腹がいっぱいになりました。晩ご飯の後、ゆっくりお風呂に入りました。温かいお湯でとてもリラックスできました。それから日記を書きました。今日は家でいろいろできたので嬉しかったです。11時ごろ、電気を消して寝ました。皆さんこんにちは。金子です。今日は私がやったことについてお話しします。月曜日、会議で通訳。月曜日の朝、私は6時半に起きました。まだ外は少し暗かったです。目覚まし時計が鳴って、私はベッドから出ました。今日は大切な会議があるので、早く起きました。まず、顔を洗って歯を磨きました。それからシャワーを浴びました。とても寒かったので、お湯のシャワーは気持ちよかったです。シャワーの後、スーツを着ました。白いシャツと黒いズボンを履きました。ネクタイもしました。朝ごはんはトーストとゆで卵とコーヒーでした。コーヒーを飲むと
少し元気になりました。7時半に家を出ました。駅まで10分ぐらい歩きました。駅で電車に乗って東京の会議室まで行きました。電車の中では会議のメモを読みました。今日は英語と日本語を通訳する仕事があります。とても大切な仕事ですから少し緊張しました。会議は9時から始まりました。テーマは車の輸出と輸入でした。アメリカやイギリスから来た人もいて、たくさんの人が話しました。私は話を聞いて日本語から英語、英語から日本語に通訳しました。時々難しい言葉がありましたが、頑張ってわかりやすく話しました。10時半に休憩がありました。コーヒーを飲んで他の人と少し話しました。みんなとても優しかったです。休憩の後、また会議が続きました。いろいろな会社の人が話して、とても勉強になりました。12時ごろ、みんなでランチを食べました。近くのレストランでカレーライスを食べました。午後はまた会議に戻りました。午後の会議は3時間ぐらいありました。ずっと通訳をしていたので、喉が渇きました。会議が終わったのは4時半ごろでした。とても疲れましたが、いい経験になりました。会議室を出て少し歩きました。それからカフェに行ってコーヒーとケーキを食べました。少し休んで本を読みました。リラックスできて嬉しかったです。6時ごろ電車で家に帰りました。電車の中は混んでいましたが、座ることができました。家に着いたらシャワーを浴びてすぐにパジャマに着替えました。晩ご飯はご飯と魚と味噌汁でした。温かいご飯を食べて元気になりました。晩ご飯の後、少しテレビを見ました。ニュースを見て天気予報も見ました。明日も忙しい日になりそうです。それから日記を書きました。今日のことを書いていると、とても頑張ったと思いました。11時ごろ、電気を消して寝ました。この月曜日はとても忙しかったですが、とても大切でいい一日でした。これからももっと英語を勉強して上手になりたいです。
火曜日、友達の結婚式に行く。火曜日の朝、私は7時に起きました。昨日は忙しかったので、まだ少し疲れていました。でも、今日は友達の結婚式があるので、嬉しい気持ちでした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それから、きれいなワンピースを着ました。今日はお祝いの日なので、少しおしゃれをしました。朝ごはんはパンとサラダと牛乳でした。食べた後、家を出ました。駅まで歩いて電車に乗りました。結婚式の会場は東京のホテルでした。電車の中では友達のことを考えました。小学校の時からの友達です。とても仲が良かったので、今日は会えるのが楽しみでした。10時ごろ、ホテルに着きました。会場はとてもきれいで、花がたくさんありました。みんなスーツやドレスを着ていて、とても賑やかでした。11時に結婚式が始まりました。新郎と新婦が入ってきて、みんなで大きな拍手をしました。友達はとても幸せそうな顔をしていました。私は見ていて嬉しくなりました。式の後、みんなで写真を撮りました。私も友達と一緒に写真を撮って良い思い出になりました。12時頃からパーティーが始まりました。美味しい料理がたくさん出ました。スープ、魚、肉、ケーキもありました。私は少しずつ全部食べました。とても美味しかったです。食事の後、スピーチがありました。友達の話を聞いて少し涙が出ました。とても感動しました。それから新郎と新婦がケーキを切りました。みんなでおめでとうと言ってお祝いしました。午後3時ごろパーティーが終わりました。帰る前に友達にプレゼントを渡しました。帰りはまた電車に乗って家に帰りました。家に着いたのは5時頃でした。少し疲れていましたが、まだやることがありました。すぐにスーパーに行きました。スーパーは家の近くにあります。買い物かごを持って野菜や肉、牛乳を買いました。今日は簡単な料理を作るつもりでした。野菜を切って肉と一緒にフライパンで焼きました。匂いが
とても美味しそうでした。ご飯も炊きました。30分くらいで晩ご飯ができました。食卓に料理を並べて、一人でゆっくり食べました。今日のことを考えながらご飯を食べる時間はとても幸せでした。料理は少し上手になったと思います。晩ご飯の後、テレビを見ながらリラックスしました。好きなドラマを見て少し笑いました。その後、スマホで友達とメッセージをしました。今日の結婚式の話をしました。夜10時ごろ、少し疲れたので、お風呂に入りました。温かいお湯でリラックスして疲れが取れました。その後、日記を書きました。今日の楽しかった出来事を書いて、感謝の気持ちを思い出しました。11時ごろ、電気を消してベッドに入りました。いい夢が見られそうです。水曜日。家でゆっくりする日。水曜日の朝、私は8時に起きました。火曜日は友達の結婚式に行ったので、少し疲れていました。今日は仕事もない日だったので、家でゆっくりすることにしました。まず、顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。トーストと卵とサラダを食べました。コーヒーも飲んで少し元気になりました。朝ごはんの後、洗濯をしました。服を洗濯機に入れてスイッチを入れました。その間に部屋を掃除しました。ほこりを拭いて床を掃除機できれいにしました。部屋がきれいになると気分も良くなりました。10時ごろ洗濯が終わったので服をベランダに干しました。天気が良くて風もあったのですぐに乾きそうでした。それからテーブルに座って本を読みました。英語の本を読むのは難しいですが、とても面白かったです。わからない言葉はノートに書きました。後で調べて勉強しようと思いました。12時ごろお昼ご飯を作りました。ご飯と野菜スープと魚を食べました。家で作るご飯は優しい味がして好きです。午後は少し昼寝をしました。30分ぐらい寝たらすっきりしました。それからパソコンを使ってメールを読みました。
友達からメッセージが来ていたので、返事を書きました。3時ごろ、お茶を入れて、おやつを食べました。クッキーを食べながら、テレビを見ました。テレビでは、旅行の番組をしていて、いろいろな街の景色が、きれいでした。夕方、洗濯物を取り込んで畳みました。晩ご飯の前に少しストレッチをしました。体を動かすと気持ちが良かったです。7時ごろ、晩ご飯を作りました。ご飯とチキンとサラダを食べました。美味しくてお腹がいっぱいになりました。晩ご飯の後、ゆっくりお風呂に入りました。温かいお湯でとてもリラックスできました。それから日記を書きました。今日は家でいろいろできたので嬉しかったです。11時ごろ電気を消して寝ました。